幽霊滝の伝説。小泉八雲作、田辺隆二役。宝亀の国、黒坂村の近くに一筋の滝がある。幽霊滝というその名の由来を私は知らない。滝のそばに滝大明神という氏神の小さい社があって、社の前に小さい賽銭箱がある。その賽銭箱について物語がある。今より35年前、ある冬の寒い晩、黒坂の朝取り場に使われている娘や女房たちが一日の仕事を終わった後で、炉の周りに集って階段に興じていた。話が10余りも出た頃には、大概のものはなんだか薄気味悪くなっていた。その時、その気味悪さの快感を一層高めるつもりで、一人の娘が、今夜あの幽霊滝へ一人で行ってみたらどうでしょう、と言い出した。この思いつきを聞いて、一同は思わずわっと叫んだが、また続いて神経的にどっと笑い出した。そのうち一人はあざけるように、私は今夜取った麻をその人に皆あげる、と言った。私もあげる、私も、という人が続いて出てきた。4番目の人は、皆賛成、と言い切った。その時、安本お勝という大工の女房が立ち上がった。この人は2つになる一人息子を温かそうに包んで背中に寝かせていた。皆さん、本当に皆さんが今日取った麻を皆私にくださるなら、私幽霊滝に行きます。と言った。その申し出は驚きとあざけりと思って迎えられた。しかし、たびたび繰り返されたので、一同本気になった。朝取りの人たちは、もしお勝が幽霊滝に行くようなら、その日の分の麻をあげると、命名繰り返していった。でもお勝さんが本当にそこへ行くかどうか、どうしてわかります？と、鋭い声で言ったものがあった。一人のおばあさんが、さあ、それなら賽銭箱を持ってきてもらいましょう。それが何よりの証拠になります。と答えた。お勝は、持ってきます。と言った。それから眠った子供を背負ったままで戸外へ飛び出した。その夜は寒かったが晴れていた。人通りのない往来をお勝は急いだ。身を切るような寒さのために往来の戸は固く閉ざしてあった。村を離れて寂しい道をピチャピチャ走った。左右は静かな一面に凍った田。道を照らすものは星ばかり。30分ほどその道をたどってから崖の下へ曲がり下っていく狭い道へ折れた。進むに従って道はますます悪く、ますます暗くなったが、彼女はよく知っていた。やがて滝の鈍いうなりが聞こえてきた。もう少し行くと道は広い谷になって、そこで鈍いうなりが急に高い叫びになっている。そうして彼女の前の一面の暗黒のうちに、滝が長く
ぼんやり光って見える。かすかに社と、それから賽銭箱が見える。彼女は走り寄って、それに手をかけた。おい、おかつ。不意に、とどろく水の上で警戒の声がした。おかつは恐怖のためにしびれて立ちすくんだ。おい、おかつ。再びその声は響いた。今度はその音調はもっと威嚇的であった。しかしおかつは元来大胆な女であった。直ちに我に返って賽銭箱を引っさらって駆け出した。往来へ出るまでは彼女を怖がらせるものをそれ以上何も見も聞きもしなかった。そこまで来て足を止めてほっと一息ついた。それから休まずピチャピチャ駆け出して黒坂村について朝取り場の戸を激しく叩いた。息を切らして賽銭箱を持っておかつが入ってきたとき、女房や娘たちはどんなに叫んだろう。彼らは息を止めて話を聞いた。幽霊抱きから二度まで名を呼んだ何者かの声の話をしたときに、彼らは同情の叫びを上げた。なんという女だろう。強胆なおかつさん。朝を皆あげるだけの値打ちは十分にある。でもおかつさん、さぞ赤ちゃんは寒かったでしょう。おばあさんは言った。もっと火のそばへ連れてきましょう。お腹が空いたろうね。母親は言った。すぐお乳をあげますよ。かわいそうにおかつさん。おばあさんは子供を包んである斑点を解く手伝いをしながら言った。おや、背中がすっかり濡れていますよ。それからこのすけてはしゃがれ声で叫んだ。あら、血が。溶いた斑点の中から床に落ちたものは、血の染みた子供の着物で、そこから出ているものは、二本の大層小さな足と、それから二本の大層小さな手。ただそれだけ。子供の頭はもぎ取られていた。